私が今63になってきて体が続く限り、この味と、お客さんに気に入ってもらえるようにみんなに愛想よくしてもらって、出前も減らさないように、熱いものをできるだけ早く届けられるようにとか、一つ一つに気を使って70まではしっかりやっていきたいなと日々思ってるんですけども、頑張ります。クーラーばっかりにしてくれへん。具材、玉ねぎ、人参、焼き豚のみじん切り、ネギと卵で、調味料は化学調味料と塩と胡椒です。はい、焼き豚のみじん切りってどんな感じに作られてるんですか？国産の豚ももをボイルして焼き豚のタレにつけて1日経ったやつを粗切りのみじん切りにして在庫で置いてるんですね。血に触るぐらいというか、その方が美味しいということでちょっと大きめの焼き豚のみじん切りにしてます。うちは玉ねぎを2升のお米に対して玉ねぎ1キロ分を入れてるんですよね。米に対して3対1ぐらいで玉ねぎが入ってるぐらいに玉ねぎが入ってますね。19から今63になってるんで40年以上なんですね。じゃあ19歳の時にそのやり方を生み出して40年間提供し続けるっ
ってるってことですか？そうですね、ずっとそれで気に入ってくれるお客さんたくさんやると思うんで、焼き飯もよく出てると思いますね。2升が1日1回か 1.5、2日で3回ぐらいが出たりする時も、忙しい時したらねあるんで、結構よく焼き飯は出てますね。キムチチャーハン、レタスチャーハンとどれもよう出てますけどね。チャーハンすごいパラパラに仕上がってたと思うんですけど、鍋振りのコツ、火加減とか鍋を振るコツとかあったりしますか？早く火を通したいんで、できるだけ広げて一粒一粒に早く油と熱を加えてパラッとさす。ゆっくりだとベタベタに、火が弱いとベタっとなるんで、うちのバーナーあれが限界なんで、できるだけ早く通すためにあんまり初めは鍋を振らないで、早く鍋を熱くして煙が出る一歩手前で焼き飯とご飯の方に熱を早く伝えてするとパラッとしてくると思います。目の温度でたけのこ、にんじん、いくら。国産の鶏ももとナスとたけのこと人参ときくらげと、あと白ネギのみじん切りと生姜で炒めてるんですけど、調味料はスープベースで醤油、酒、酢、砂糖。鶏肉すごい柔らかかったんですけど、あれどうやって作ってるんですか？下味で酒と塩と化学調味料と卵で練り込んで片栗粉で絡めて、それを低い温度から揚げてるんですね。火が通ったギリギリの柔らかいところで揚げてから、次強火でナスを揚げてるんですけども、鶏は柔らかく、ナスは強火で油を弾くで中に染み込まないように火を通すっていうやり方ですね。そうすると脂っこくなく美味しく出来上がると思います。味付けのタレあるじゃないですか。仕込んでおられるタレですね。あれってどういうタレになるんですか？だから油で白ネギと生姜を炒めて、ネギ油っていうのをベース作ってから、そこにスープと醤油、酒、砂糖、酢、それを初めから測ってある分だけを入れて、ニンニクと豆板醤と一味唐辛子とを入れてとろみをつけたらいいように。一味唐辛子の方がどっちかというと辛みは出ると思うんですけどね、豆板醤はちょっと酸味もありますしね、両方とも同じぐらいの加減で入れてるつもりなんですけども、出るんですよ。一日ね、何個も通るもんで、それでもうそれ専用のタレを作ってるんですね。よその店に修行行ってないんですよね。本で美味しそうな料理を探して
作ってみてだんだんこれいけるとか、もうちょっとどうしようかとか、それがね、3年経ち5年経ち調味料ができていったっていう感じなんですよ。このノートにずっと書いておいてあって、今もねアルバイト君とかに何々のタレ作ってって言ったらそれで同じものができてくるんで、そういうやり方ですね。豚肉と、キャベツ、たけのこ、人参、玉ねぎ、焼きそばのそばですね。下に卵は天津飯の卵を使ってるんですが、卵とそのたけのこ、人参、しいたけとネギですね。はい。卵も下味にうまみ調味料と塩コショウが薄味でついてまして、焼きそばの方はベースはとんかつソースなんですけど、中にね醤油も砂糖と酒とかそのうちのオリジナルを出すためにそば用のソースを作ってまして、あとうまみ調味料と胡椒で最後仕上げています。鉄板が初めね前のね昔の店長が焼きうどんだけ鉄板で出してたんですよね。どうせ鉄板があるやったらこれ卵をひいておむそばっていうので使えるんじゃないかというので、鉄板で卵をひいて出したのがその22歳の時からかな。これも昼メニューできるだけのメニューをたくさん出したいという、次からメニュー増えていったんですけどね、そんな感じでした。おむそばどういった方が頼まれることが多いですか？周りにお子さんとか若い方が気に入って甘いめなんでね、みんなで分けてちょっとボリュームもあったと思うんでね、分けて食べられてるのが多いと思いますけど。そうなんですね。はい、じゃあ子供たちにも人気そうですね。はい、卵の好きな子供たちは好きですね。強火で始め。油と砂糖を1対1。ぷかっと膨れると風船みたいに芋が膨れる。これがこの芋
ナルト金時しかこれならないんですよ。風船みたいになってるでしょ。はい。これが他の今やったらねならないんですよ。はい。糖度の違いなんかなって分かるんですけど、ここで水を入れてちょっと火出します。上からの温度で芋を黄金色に強く揚げます。絡ませます。でちょっと余分な砂糖はさつまいもはうちはナルト金時を使用してます。単純にサラダ油と砂糖、食べた時の香ばしさが出てくるんで、仕上げに黒ごま。ナルト金時を使っている理由ってあったりしますか？そうですね、もう見た目にこうプンと膨れて美味しそうになってるんで、噛んだ食感も多分ナルト金時が一番こう中が柔らかい、硬い外側はカリッと中は柔らかいっていう食感を売りにしてますね。厨房高はこれでもう真っ黒けになっていくぐらいこう火が出て、鍋の上から火を入れて温度をもっと急に芋に上げてこう香ばしい色、きつね色に仕上げるのが美味しくなってるとは自分思ってるんで、ずっと40何年間も続けてやってるんですけど、相変わらずよく出てますね。もう松田さんの顔の高さ以上にそうですね、火上がってたんで、こうやって顔とかもうなんか熱くないんですか？まあ入れる時にはもうみんなずっとやってるんで分かってるんで、避けながらやけどせんように、たまにこうパチッとこう弾けたりする時がちょっとたまにね、ちょっとだけピピッとこうやけどすることもあるかと思うんですけども、あんまり水も量があるけど、それ以上入れるともう飛び、パチパチになるかもしれない、考えてやってるんですけどね。はい、大丈夫です。はい。外のカリカリはもうこの飴炊き油と砂糖っていうのしかできないと思うんですね。普通一般的には水飴で作って、ずーっとこう冷えるまでベタベタした感じで糸は引くんですけどね、冷めてしまうと今度この砂糖が浮いてきて真っ白けになってしまうんですよね。白くなってでザラザラして美味しくないって、飴でもなくなってしまって砂糖になって結晶が出てきてしまうんですね。それでこの油でやるとずっと綺麗な黄金の透明のきつね色の飴ができてると思いますね。創業っていつになるんですか？その前は先代のおじさんがやってたのが、ずっと中国飯店という名前でここがあったんですよ。でおじさんがやってたで、僕が19の時に受け継がしてもらって、3年間そのお弟子さんの下で働いて教えてもらって、で今が63なんで44年ですか。こだわりが強いメニューで、そのニンニク唐辛子炒めっていう味が独特なんですね。よそではね、ユイシャンっていう魚に香りって書いて、そういう料理があるんです。うちもそれでやってるんですけど、味はもうだいぶ違うと思うんですけどね、僕はそれが一番よく出るんで、もう僕も美味しいと思うんで、一番豚肉とナスの鶏肉とナス、それからレバーのニンニク唐辛子炒め、もう3種類のやつがあるんですけども、それは一番出るかなと思いますね。冷麺にしても4種類かなあるんですよ。冷やし担々麺なんかはうちは甘め四川料理がベースやったんだけど、僕があんまり辛すぎるのはあんまり得意じゃないので、ちょっと甘いめで冷やし担々麺のそれもピリッとはしますけど、冷麺の中では一番売れてるかなとかね。今後どういうお店を目指していきたいとかあったりしますか？そう、私が今63になってきて、体が続く限り
この味と、お客さんに気に入ってもらえるようにみんなに愛想よくしてもらって、出前も減らさないように、熱いものをできるだけ早く届けられるようにとか、一つ一つに気を使って70まではしっかりやっていきたいなと日々思ってるんですけども、頑張ります。出前、先ほどお伺いした時、送料Uber Eatsとかみたいに取ってないっていうところで、折り代容器代がねかかってる分は、2000円までが容器代の50円から20円までが一つ一つについてるんですけど、2000円超えると容器代はサービスにさせてもらってまして、出前とお店の料金はちょっとだけ出前の方が初めから30円とか50円とか乗ってるやつ、餃子はそのままとかね、ちょっと、値段が違うんですけども、2000円からの折り代はサービスさせてもらってますんで、で送料はないんでね、そんなんでいけんのみたいな、Uber Eats お仕事で安いわって言って喜んでくれる、だんだんこうUber Eats取った人が流れてくるお客さんもありますね。なんとか、もうとりあえず70まで頑張ろうと、こればっかりやけどね。頑張りますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。